Keep your hands off me.Hi there, it's Masaki. 皆さんこんにちは、Masaki です。3月8日は国際女性デーという日です。もともとは英語で International Women's Day という日です。働く女性のストライキとかが元になってて、それが今では成功した女性とかの功績とかを称える日とかってなってて、それはそれで問題もあるんですけど、とりあえず女性の権利とか尊厳とかっていうのを改めて考える日。そこで今日は主に女性に役立つ英会話レッスンをしたいと思います。今日のレッスントピックはナンパをやんわりと断る方法。やんわりと断る方法っていうのを教えるっていうのもちょっと実は問題があると思ってて、やんわりと断るってなんできっぱりと断っちゃいけないんだと。ノーって言ったっていいじゃないかと。でも多分この世の中で、世界中ほぼどこに行っても女性ってどっちかっていうと相手の気分を害してはいけないっていう風に育てられてる。だから断る時とかも丁寧に優しく断らなきゃいけないっていうプレッシャーがありますよね。だからノーってただきっぱりと断った時ってすごい逆上されるリスクとかが高いので、本当はそんなの悔しいことだけどやんわりとした表現っていうのを中心に今日は教えたいと思います。あとそもそも断り方を教えるっていうことも、なんでそんなことを教えられなきゃなんねんだって話もあると思うんですよ。だってナンパされて断るって一方的に負担を強いられてますよね。だから例えばナンパされた時の断り方よりも本当はナンパした時の諦め方の方を教えるべきなんですよ。向こうが悪いんだから。でも実際例えば海外に行った時に言葉の壁が理由でうまく断れないとかいうのって悔しいですよね。なので今日はやんわりと断るっていうのをテーマにやります。でも本当はそんなことを教えなきゃいけない社会であってはいけないとは思います。じゃあまず一つ目のパターンです。歩行中に声をかけられた時、結構日本だと最近はないのかもしれないとかあんまりよく見ないけど、アメリカだと結構よく見たのが、もう道の反対側からとかでもちょっとそこの彼女みたいな、いい足してんねみたいなことを言ってきたりするって結構あって、額面通り取れば褒め言葉だけど、そんな風にバッていきなり他人に体を評価されるってすごい不愉快な思いをする人もいっぱいいて、そこで何か言い返したりとかあるいは無視したりとかすると結構逆上というか、なんかふざけんなよこのクソ女みたいなことを言ってきたりする人もいるわけですよ。クソ男は世界中にいるということで、多分これで一番有効な方法というか、聞こえてないふりをするっていうのが一番いい気がします。言われたことに気がついてそれでも無視したっていう風に思われるとちょっと危ないので、全然聞こえないふり、なんか携帯なんかいじっちゃったりとかしちゃって全然聞こえないふりをするっていうのが多分それが一番良くて、次にこう呼び止められちゃった時、歩ってて、そしたらば歩き続けましょう。歩き続けながら I'm in a hurry I'm in a hurry 急いでるんです。でタタタタタタって歩き続けちゃえば多分諦めると思います。じゃあ2つ目のパターン、今度は座ってたりとか立ち止まってたりとかして自分が止まってる時、例えばレストランなんかで誰かとご飯食べてる時とか、そしたら何か言われたら I have company I have company 連れがいるんです。カンパニーって日本語だと会社って思うけど、元々の意味はそういうなんか人が集まってるって意味なので、最初に a とか the がついてると大概会社の話です。じゃあ今度は一人の時にどうするか。例えば駅の前で友達と待ち合わせしてて、そこに話しかけられたらどうするか。いろんなパターンがあると思うんですけど、例えば I'm waiting for my dad I'm waiting for my dad お父さんと待ち合わせしてるんですって言うと、多分ほとんどの人は諦めると思います。じゃあ今度は3つ目のパターン。よくバーとかだと飲み物をおごらせてくださいっていう人がいるんですよ。Can I buy you a drink? Can I buy you a drink? 別に飲み物をもらったからってありがとうってそれで終わる場合もあるので、その時の状況によるんですけど、もう例えば友達と一緒に飲んでたりとかしてそんなこと言われたら別にいやいいですよってなるじゃないですか。そういう時に No thank you っていう言葉ももちろん結構ですって意味なんですけど、 No thank you って言うとなんかちょっと冷たいっていうか、冷たくていいんだけど別に向こうが恥ずかしくなっちゃって頭に来たりとかしちゃうかもしれない。私が多分これがソフトなんじゃないかなって思うのは、結局断ってるんで同じなんですけど、 I'm good そんな結構ですみたいな、ちょっと遠慮してる感もある感じ。ちょっとニコッとしながらするとリスクはさらに低くなります。でもっとソフトにやりたいと思ったら I'm good って言った後にThanks for asking 聞いてくれてありがとうって付け加えてもいいかもしれません。I'm good
Thanks for asking. まあそんな感じでソフトな言い方をいろいろしたとしても、しつこいやつって言うじゃないですか。そういう時にどうするか。例えば手を掴んできたり、肩を触ってきたり、そういう時は Keep your hands off me. Keep your hands off me. 触らないでくださいよと。それでもやめない人って言いますよね。何言ってんだよみたいな。いいじゃんいいじゃんみたいなクソ野郎がいるので、そういう時によく使う表現は back off。下がって。やめな。こっち下がんなみたいな back off。 例えばいきなり胸とか触ってきたとするじゃん。 Whoa back off。 ちょ何してんの、ちょっとやめて。あと例えばもう本当にしつこくて全然離れてくれないとか、ついてきちゃって大変とか、まあどういうシチュエーションでも時はまあ警察呼ぶよみたいなことを言った方がいい時もありますよね。それでまあ引いてくれる人もいるでしょう。引かないやつもいるかもしれないけど、それでは本当に呼んじゃうしかないよね。でそういう時の表現はIf you don't leave now, I'm gonna have to call the police. If you don't leave now, I'm gonna have to call the police. あんたが今ここを去らなかったら、私は警察に電話しなきゃいけなくなっちゃいますね。have to はしなきゃいけないですよね。で、I'm gonna be going to の部分っていうのは将来を表す言葉。なので、しなきゃいけなくなっちゃいますね。でちょっと客観的に言った感じになるので、ちょっと脅しっぽくなります。Leave now のところはまあ変えてもいい。例えば If you don't let me go, I'm gonna have to call the police. 私を解放しないんだったらば警察を呼ぶしかないですねっていう表現です。最後に5番目というか番外編です。私の友達が実際に使ってたことがあるらしいんですけど、まあ、今も使ってるのかもしれないけど、アメリカでしか通用しないんですが、話しかけられて嫌だなと思ったら I don't speak Americanって言うと、もうイングリッシュですらわからないのかと。アメリカンって言ってたらもうそこまでわかんないんだったらもう会話になんねえなっつって諦める人がいるっていう話を聞いたことがあります。これはもちろんリスクもあるっていうか、言葉がわかんないから無理やりみたいなこともあるかもしれないので、周りに人がいる時の方が言いやすいとは思うんですけど、で周りに人がいなかったらどうするのかって言われたらね、もうとにかくそういうクソ男がどんどん減ることを願うばかりでございますけれども。とまあそんなわけで International Women's Day に絡めて主に女性の人が役に立つ。例えばまあトランス女性も含まれますし、他にもまあレズビアン女性もいますし、ゲイ男性同士でもナンパで困ることとかってあると思うんですね。なのでまあ女性だけに限らないですけど、今女性の方がそういうことが切実に起こりうる事態なので、まあ女性に絡めて今日のレッスン動画でした。もしこの動画が気に入ったらチャンネル登録をしたり、いいねをしたり、Facebook、Twitter、LINE とかで知り合いにシェアしたりしてください。とコメントとかも、コメント全部消えたんですよ。そういえばアカウントをサブアカみたいな感じで作ってたんですよ。もともと自分の音楽作ったやつを載せてるチャンネルがメインチャンネルだったんで、サブアカみたいなの作ってそこでこのチャンネルやってたんですけど、こっちをメインにした方がいろいろ使いやすいので、新しいの作ってそっちに音楽のやつ全部移して、で空っぽになった真ん中のところにこっちのやつを移してってやったら、なんか出てきたんですよ、注意事項みたいなやつが。こう移動する場合にYour comments will not be moved。 あなたのコメントは移動されませんよって書いてあって、別に自分のアカウントにこう紐付けられなくなっちゃったとしても、まあいいかなと思って OK ってやって、その後見たら消えてんの。全部消えちゃってて、会話が成り立ってないの。相手のコメントしか残ってなくて、なのでコメントしてくれた人たちには申し訳ないんですけど、でもまた改めて書くのも変だし、とりあえずそのままにしてあります。でも書き方変えた方がいいよね。 Your comments will not be moved じゃなくて Your comments will be removed って書けよって話なんだけど、まあそんなわけで、でもまあコメントはちゃんと全部見てるので、よかったらコメントの方も残してください。こんなことがあって断るのに苦労したぜみたいな話もぜひ、それを参考にまたレッスン動画を作ったりするので、よかったらコメントしてください。では。